皆さんこんにちは。ヴィーガンエリーです。今日は日本の大阪でヴィーガンアクションズ大阪というグループと一緒に Anonymous for the Voiceless という活動を行っています。Anonymous for the Voiceless という活動は世界的に今いろんな国で行われているヴィーガンアクティビズムの活動なんですけれども、何をするかというと、このようにマスクをつけた人たちが輪になって畜産の現状を映像として通行人の方に見せています。でその間に周りにいるアウトリーチャーという方たちが映像を見て気になっている方がいらっしゃったら、ヴィーガニズムについてとか畜産の現状についてお話をして現状を広めるという活動です。 Anonymous for the Voiceless という意味は Anonymous 無名匿名という意味で、ボイスレスが文字通り声がないということで、社会的に影響力を持たない人たちのことを言います。なのでここでは動物たちという社会的に声を持たない犠牲者たちのために匿名でヴィーガンの活動家たちが活動しているということです。 Anonymous for the Voiceless という活動は今では世界中で行われています。世界各地のヴィーガンの活動家の方たちが Anonymous for the Voiceless というグループを立ち上げて、世界各地で同じ活動を行っています。ヴィーガニズムとか動物の愛護にもともと興味がある方は自分でインターネットで調べたりすると思うんですが、この Anonymous for the Voiceless という活動では本当にただ道を通っている通行人の方に畜産の真実、裏側を見せることができるので、全く興味がなかった方にもヴィーガニズムとは何かということを伝えることができて、とても影響力のある活動だと思います。このアノニマスのマスクなんですけれども、イギリス人のガイ・フォークスという人を元に作られました。このマスクのデザイン自体が有名になったのは V for Vendetta っていう映画が作られた時です。最初はアノニマスっていうアクティビストの団体が使い始めて、そこからだんだん Occupy という団体が使ったりとかして、今では世界中でソーシャルジャスティスムーブメント、社会的正義運動、プロテストでよく使われるマスクです。この Anonymous for the Voiceless という活動は動物解放運動の一環です。動物解放運動というのは歴史的に見た中でソーシャルジャスティスムーブメントという運動の中の一つです。歴史的に見て世界中で様々なソーシャルジャスティスムーブメントがありました。例えば黒人の奴隷解放運動、黒人の人権運動、女性の三権運動、 LGBT の方の人権運動などです。このどのムーブメントも体制による社会的弱者への差別とか搾取をやめることを求める運動です。どの運動も最初は一般的にからかわれ、変人扱いされ、メディアにも叩かれ、時には犯罪集団とみなされ、暴力で制圧されました。実際に殺害された活動家の方や逮捕された活動家の方も多く存在します。これはマハトマ・ガンディの名言にもよく表れていると思います。 First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win。 最初はどのムーブメントも草の根運動として小さく始まるので、体制は無視してくるでしょう。だんだんそのグループが大きくなっていくと、体制はメディアなどを使ってバカにしてくるでしょう。しかしそのムーブメントがある程度大きくなってくると、体制の方も少しずつ危機を感じ始めて、様々な手を使って抵抗してくるだろう。今まさに私たちはこのステージにあると思います。イギリスでもヴィーガニズムはメディアでバカにされたり、今ではもう次のステージに移ってヴィーガニズムがかなりイギリスでもヨーロッパでも大きくなってきているので、多分畜産業界の方たちが危機を感じてメディアを使ってかなりバッシングしてきています。この名言にも表れているように、これまでの今挙げたソーシャルジャスティスムーブメントは成果を上げています。今では多くの国で奴隷の人身売買や人種差別をすることが法律で取り締まられています。多くの国では女性も選挙に参加する権利があります。このように今では当たり前と思っていたことも、実は歴史的に活動家の方たちがこのような運動を起こしてくれたおかげなんです。法律や規制を変えるには、まずは草の根運動から始めて世論を動かしていくことが大切ということがわかると思います。世論が動けば法律や規制も変わるということがわかると思います。
こんな中で動物解放運動は今まさに私たちが今生きている時代に起きている歴史的運動です。この動物解放運動に参加することは歴史的意味を持つと思います。社会的には様々な弱者がいます。動物たちはその中でも本当に底辺にいる存在だと思います。まさに声なき犠牲者だと思います。彼らのために今まさに時代が動いている、歴史が動いている時だと思います。私たちも動物という社会的弱者、声なき犠牲者のために声を上げて、彼らの声になって一緒に未来を作っていきましょう。いつの日か人間が動物を殺さない、搾取しない、商品として扱わないことが当たり前になるように、今こうしてヴィーガンの活動家が精力的に活動することはとっても重要なことなんです。大阪での活動は大阪城での近くで行っているので、日本人の方も外国人の観光客の方もだいたい半々ぐらいでいらっしゃって、いろんな方とお話ができます。私は今日フランス人の方と香港人の方と、あと日本人の方と結構長い間お話をすることができて、皆さんヴィーガニズムに興味を持ってくださったのでとても嬉しかったです。今日お話しした方々とのお話の中で、やはりお肉やお魚が残酷なのは分かっているけど、なぜ卵とか乳製品も残酷なのか、それは食べていいんじゃないかという人が多かったので、その説明をすることができてとても良かったです。Vegan Actions 大阪はまずこの Anonymous for the Voiceless をはじめとして、これからいろいろなヴィーガンの活動を行っていくグループなので、もし大阪近くに住んでいる人はぜひ彼らのウェブサイトをチェックしてみてください。動物解放運動といっても、もちろん Anonymous for the Voiceless だけではなくて、いろいろな形で参加することができます。プロテストが苦手な方も他にもいろいろな方法でこの歴史的運動に参加することができますので、それについてもこれから他のビデオでご紹介していこうと思います。ぜひ皆さんもこの動物解放運動に何らかの形で関わって未来を一緒に作っていきましょう。この活動に参加したいけれども、日本でまだ自分の地域ではこれが立ち上げられてないという方は、住んでいらっしゃる地域で立ち上げることが簡単にできるので、ぜひ下のリンクを見てみてください。ヴィーガニズムに興味がある方、エシカルなライフスタイル、地球に優しい、人に優しい、そして動物にも優しいライフスタイルに興味がある方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。